いします。豆大福大好きなんですけど、和菓子界のクラウンや。この車に家族と乗ってると、一緒に頑張ってきてよかったなっていう。三種の神器としてまして、はい、ハンバーグとポテトサラダとスパゲティがあって、それをワンセットで食べるのが大好きです。せーの、はい。おびっくり。びっくり。初めて会ったね。トヨタイムズの富川悠太です。いよいよ新学期が始まりましたね。と同時にですね、トヨタ自動車でも新体制がスタートしました。ということで今回はですね、2週にわたりまして佐藤浩二新社長をはじめとした新チームを特集していきたいと思っております。まず今週はですね、佐藤浩二新社長ら新執行役員8人の人となりですね。どんな人たちで、趣味はどうなのか、そして生活に至るまで迫っていきたいと思っております。で、翌週、来週はですね、その新チームがどのような経営をしていこうと考えているのか、どんな思いでどのようなトヨタの未来を描いているのかといったことを深掘りしていきたいなと思っております。まずはですね、4月3日に行われました入社式の様子をご覧いただきます。1400人の新トヨタマンを前に佐藤浩二新社長はどのようなメッセージを送ったんでしょうか。今日はトヨタ自動車入社式です。新入社員の皆さんが続々と会場に向かって歩いていますが、皆さんを迎える形で本社前にはこのようにですね、新しい執行役員の皆さんの愛車が展示されているんですね。クラウンであったり RX 新型ですね。あ、浩二さんは LC かっこいいですね。こちらには秋夫さん、3人の秋夫さんと言われますけれども、会長としての秋夫さんの車がこのセンチュリーで、マスタードライバー森蔵さんとしてはやはりレースに出ている、ラリーに出ている車ですかね、 GR。 そして個人豊田秋夫さんが乗っているのがこの GR カローラ。こっちはもうなんでこっちのやつ繊維質でちょっとデコボコしてるな。はい。ああ。いいっすね。めっちゃね。そう、これあと人はただいまより2023年度入社式を開始いたします。これから佐藤浩二新社長が代表挨拶を行います。社長になって初めてのイベントということになります。新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。改めて今日から皆さんの車やトヨタでの日々が始まります。私がまず皆さんに感じてほしいのは車作りの楽しさです。今ここに世の中にないものを自分の手で仲間と共に作る、何かを生み出すことは苦しくもあります。それでも必死に努力した先にお客様の笑顔がある。それこそが車作りの醍醐味であり、やりがいです。一度しかない人生です。ぜひトヨタで夢を語り合える仲間をたくさん作ってください。そしてどんどん挑戦してください。これから一緒に車の未来を変えていこう。スタジオにはこちらのお三方にお越しいただきました。佐藤浩二新社長、そして中島博樹副社長、宮崎洋一副社長です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
まず入社式を終えたばかりですけれども、佐藤浩二さんにとっては初めてのイベントとなりました。で去年の入社式、私も新入社員として参加していたんですけれども、あそこで秋夫さんは人は危機としたところにやってくるということを語っていらっしゃいました。で今回浩二さんは車作りをまず楽しんでほしいんだというメッセージを送っていました。どんな思いで伝えられたんでしょう？そうですね、やっぱり新入社員の方に最初にお伝えしたいのは、皆さんは車屋の会社に入ったんですよと。だからやっぱりまず一番最初に楽しんでほしいのは車作り、そういう思いで、やっぱり車屋にいる醍醐味みたいなものを今日一緒に作っていきたいなっていうね、なんかそんな思いでメッセージを発信しました。そして皆さんの愛車で新入社員を迎えていらっしゃいました。印象的でした。これがまたですね、本当にバラエティに富んでいまして、トヨタフルラインナップの会社じゃないですか。いわゆる執行チームの全員が乗ってきてる愛車もみんなそれぞれに個性があって、愛車もフルラインナップ、ものすごく面白い、新入社員の方にとってもトヨタの今を知るね、すごくいいきっかけになったんじゃないかなと思います。浩二さんが就任を発表されたのが1月26日でした。で中島さん、宮崎さんは2月13日ですかね、記者会見がありました。ですのでお三方とも大体2ヶ月ぐらい経っているわけですけれども、この2ヶ月どのような思いでどのように過ごしていらっしゃったんですか？浩二さんから。いやそうですね、正式な就任は4月1日付と言いながら、やっぱり1月26日以降、その準備を秋夫現会長の下で進めてきたんですけど、一つ一つやっぱり経営の重さみたいなことを感じながらも、やっぱりただトヨタが未来に向けてね進化していくためのリーダー役、キャプテン役としての自覚を深めていくような、ステップバイステップの毎日が過ぎてた感じですね。中島さんはどのような2ヶ月を過ごされました？正直、緊張たくさんしました。ですけど日頃からですねコミュニケーションを取らせてもらってるキャプテンだとか宮崎さんだとか、本当に気心を知れたメンバーがいたので、素直に悩み事も吐露できますし、一緒に進めていこうということで力がみなぎったというのが正直なところです。宮崎さんはいかがですか？まず2人と一緒にやらせていただける部分で、なんとなく大変になるのかなと思いながらも、なんかワクワクするのもありましたし、新しく与えられた役割の中で、今までと自分が働き方をどう変えてどう貢献していくのが一番このチームにとっても新しい会社にとってもいいのかなっていうのを考えながらやってきた、あっという間の2ヶ月だったような気がします。まさにこのお三方がこれからのトヨタを引っ張っていくことになりますけれども、実際どういう人たちなのか、これを皆さんに知っていただくために、実は事前にアンケートをさせていただいたんですね。その中からいくつかちょっとご紹介していきたいなと思います。まずはどうでしょうね、皆さんのお気に入りのお店とあと必ず頼む一品っていうのをお聞きしたんですよ。ね、ちょっとねこういうのを見せることによって人となり魅力も感じていただけるかなと思いまして、こちらご覧ください。まずはこちらの方のお店です。はい、どなたのお気に入りのお店でしょうか？これ言ったんですか？行ってまいりました。宮崎さんのお気に入りのお店ですね。はい、こちらは炉端さくら平山店ですね。はい、私が撮影してきました。美味しいんですよ。美味しいんですね。美味しいんです。はい。こういうお店ですね。出張から帰ってきたりするとね、必ず昔から行ってらっしゃったさくらというお店ということで、だいたいいつもこのテーブルの席に座るということまで教えていただきました。はい。すごい。その席に座ってみて、私スマートフォンで宮崎さんの顔を出してコラージュしてみました。こんな感じで座ってらっしゃるとねいうことですね。はい。仕事仲間とねよくいらっしゃるって言って。そうなんです。あそこでだいたいいいこと喋ったり、たまに愚痴喋ったり、そんな感じです。でいつも頼むメニューがこちらの3品。これもう3品。定番ですね、私の。スタートで串物から始まって、最後締めで焼きそば。ちょいちょいお腹が減ってると途中で焼きそばって感じです。なるほど。宮崎さんが来たら必ず焼きそばを頼まれるので、麺を調達しに行かないといけないって言ってました。増やさないといけないって。
でも私もすみませんいただいちゃいましたけどこれ豚バラのネギマですね。そうです。これがなんとなく、癖になるんです。ね癖になるんです。つくねもねタレじゃなくて味が染み込んでるんですよね。あ、本当に美味しそうに食べますね。ありがとうございます。すみませんもう本当に美味しかったです。焼きそばがまたフライパンで炒めた後鉄板に入れてるので熱々のままね食べられてしかもお焦げが残ってる感じがねこれを必ず必ずです。しかも定期的に来てるんで店のことも皆さんやっぱりいつもこういう1000円使うとスタンプ1個みたいなやつを持ってて持ってるんですかスタンプカード。持ってます。さすが僕たちのスタンプカードどうしますかって言われて宮崎さん持ってるかなっていや持ってないでしょみたいな話してたんですけど持ってらっしゃる。持ってますスタンプ貯めると何があるんですかサービスは。割引になります。だから50ポイントぐらいなんかあるポイントいくとはい1000円割引とかになるので、仲間で行って時もスタンプあるからってやってます。宮崎さんが副社長になるっていうのはいつ知ったんですか。元ネットでニュースになってるタイミングでどうした副社長になるって見てちょっと手が震えましたね就任おめでとうございますとか言わなかったんですか。ちょっと僕が言っていいのかなっていういいですよじゃあ言いましょうか。就任おめでとうございますでこれからも来てください。これからもよろしくお願いします。待ってます。ちょっと今日お店宣伝したので安くしてもらわなきゃダメです。わかんないでしょね黒霧をねストックしてらっしゃいますけれどもだいぶ中身少なくなってたんではい本当に家族で行ったり仲間と行ったりしてる店です。さあ続いてはこちらのお店です。インターセクトバイレクサス東京。どなたのお気に入りのお店でしょうか。これは私ですね。小橋さんさすがレクサス元プレジデント。そうですね。プレジデントを長年務めてきましたんで。この内装も素敵ですよね。そうですね。やっぱり本当に車の世界観をね、上手に表現できてると思うんですけど、何よりこうなんていうんでしょう、あんまり肩ひり張らずに、こう本当にゆったりくつろげる空間、隠れ家的なね、そんな雰囲気のあるお店。書斎のようにねなってるんですよ2階は。でいろんな本が置いてありましてちゃんと明夫さんの本など本棚にさすがちゃんと。そうでも喜一郎さんと明夫さんがあって正一郎さんを誰かが持ってっちゃったって言ってました。回収しない。そうですね。でこうやって外を見ながらもね食べられる。そうですね。であそこがスピンドルグリルの形になってるんですよね。そうなんですよね。そのデザインモチーフが随所にあって、で浩二さんがいつもお食べになるメニューというのが今温めているこちらですね。これ結構スパイスにもこだわっていて、お米もね時々ですごくさすがですね。時々は赤米を使ってたりとかするものですから、素材にこだわったカレーってチキンカレー9つのスパイスって言ってたかな9種類で野菜はちゃんと焼いて盛り付けられているね。最後に生クリームグッとかけていらっしゃいますけれども、これがね美味しいんですよね。本当ね。ぜひ皆さんどうですかこの我々業界では箸上げっていうんですけどスプーンですけど、これ取り方うまいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私これも取っております。美味しそうに自分で取りながら自分で箸上げするっていう、もちろんいただきました。この顔を見ていただければどんだけ美味しいかっていうのがね伝わると思います。美味しい浩二さんつい最近いらっしゃったっていう情報も得ておりまして。そうなんですよ。ちょっとね疲れるとスッと行って癒されて回復して帰る。さらに浩二さんね手土産で持って帰られるものとかあるんですよね。そうなんです。こちらちょっとご覧いただきましょう。これがですねコーンパンとあんパンなんですけど、コーンパンこれはね多分ね地球一美味しいんじゃないかなと思うんですけど、カルピスバターを乗せても食べられるってことなんですけど、中見てほしいですね。もうねぎっしりこんなコーンパン僕初めて見ました。これはもうパンなのかコーンなのかっていうすごいそれは本当に美味しいですし、しかもパンで有名な木村屋に作ってもらったんですよね。作っていただいて、アンパンもそうなんですけど本当にこれレクサス向けに
木村さんに作っていただいてて、アンポンゴクリームチーズが入ってるんです。入ってて、ちょっとアクセントになって、これが絶品。すみません、用意してなくて。ないんですか？皆さんにとにかくこう美味しそうって思っていただきたいなと思うんで、さあ残るは中島さんです。楽しみですね。中島さん行きつけの店はこちらです。仏壇。仏壇の方関係ないです。仏壇は関係ないです。こちらびっくりドンキー。びっくりドンキーですよ。メニューはこちら。そうなんです。ポテサラパケットディッシュ。僕は幼少の頃から、はい、ハンバーグとポテトサラダが大好きなんですね。はい、それをオールインワンで食べれるという。中に入ってるんですよね。入ってるんです。これがたまらなくてですね。本当に何かイベントがあるごとにびっくりドンキーさんにはお世話になって。そうなんですね。はい、当然住んでる名古屋市内にもありますし、はい、遠方に出かけた時もびっくりドンキーがまずどこにあるかだけ調べておいて。本当です。何食か食べた後家族と共にそろそろびっくりドンキーいいんじゃないと言っていくんですね。で実はこれはちょっと今このポテサラパケットディッシュしか載ってませんが、はい、ここにですねパスタも一緒に頼むんですね。そうなんですか。僕この三種の神器って言ってまして、はい、ハンバーグとポテトサラダと、本当はナポリタンが一番いいんですけれども、ちょっと違ったスパゲティがあって、はい、それをワンセットで食べるのが大好きです。僕はね 150g いただいたんですけれども、はい、中島さんはいやノーマルサイズですよ。300じゃないんですか？違います、ノーマルサイズ。その代わりパスタも頼む。そうです。おそらくびっくりドンキー詳しい方はポテサラパケットディッシュは 150g しかないんです。ハンバーグの大きさ選べません。僕、はい、チーズカリーバーグディッシュなんで300頼んで。それ頼めますよね。はい、ですから僕はサイドメニューとしてスパゲティを頼む。なるほど。はい、熱くかかった。予定より5分オーバーしました。すいません。すいません。はい、ここまで。で、お腹空いてきたんだろうなと思いまして、こちらに豆大福をご用意いたしました。これはこの反応を見てればわかりますね。これは浩二さんの岡野栄泉の豆大福じゃないですか。虎ノ門。はい、その通りでございます。岡野栄泉ってね、店によってちょっと違うんですってね。そうなんですよ。上野にもあって、はい、名店ですね。これはもう本当になんでしょう。豆大福界のレクサス。いや違う。お上品かつしっかりしてるってことですね。すっきりしていて、はい、奥深い。これがねもう本当にもう絶品なんですよ。せっかくなんで食べていいですか？いいですよ。食べていい。これ収録中ですけど大丈夫ですか？豆大福大好きなんですけど、例えば五穀寺の群林堂さんとかね、原宿みずほさんとかもう名店いっぱいあるんですよ。でもどれも美味しいんですけど、ちょっと長いですよここから。本当ね、和菓子が本当に大好きですね。佐藤さん食べたいんですか？いいですか？どうぞ。まず食べますね。これ。どうですか中島さん？いや本当に和菓子界のクラウンや。来ましたね。レクサスに対抗して新型クラウンのね。ちょっと入れてきましたね。宮崎さんにもお聞きしましょう。いや今一生懸命考えてるんですけど。でもどうですかこの豆大福の味は？これは美味しいですね。なんか洋から和まで幅広いですね趣味がっていうか。そうなんですよ。浩二さん結構そういう和菓子とか手土産にこだわってらっしゃるんですって。和菓子おじさん。じゃあぜひお土産を。車よりは和菓子が詳しい。これ本当に美味しいです。美味しいですね。よかった。食べちゃいます。もうずっと食べてていいですか？もう好きなだけ食べていただいてオンエア見たらカットされてるかもしれないですけど。幸せ。さあでは続いての質問に参ります。車への愛についてお聞きしました。思い出のトヨタ車はとお聞きしたところ、佐藤さん、浩二さんは AE86 ですね。中島さんは初代ソアラ IQ、 宮崎さんはクラウンとお答えになりました。浩二さんどんな思い出が？もうこれはもう僕のザ青春なんですね。もう本当に学生時代に僕は買えなかったんですけど、一緒にこう遊んでた友達がずっと乗ってて一緒に乗り合いっこしてて、僕実はシビック乗ってたんですけど当時はね一緒にこう乗って青春時代をね過ごした車なのと、やっぱりね操る感覚が本当にあって、車を運転するっていうことの楽しみがすごくあるんですよね。でエンジンがそんなにねパワーないんで、
もう街中で普通に走ってるのにすごいいっぱい走ってる気になれる。お得な、お得なっていうか、そういった意味では。そういった意味では。東京サロンの時にね、はい。秋夫さんにばらされてましたけど AE86 買っちゃいましたと。そうなんですよ。もう衝動買いをちょうど程度のいいのがあって、オートサロン用の車を探してたらすごい程度のいいのを見つけてしまって、もうこれ自分が買うしか勢いで買っちゃって。進行具合っていうのは今ですね、一旦完成したんですけど、ちょっとエンジンの冷却水がブシャーっとこう吹いてですね、再入院をして今まだ入院中ですね。まあね、それがね楽しみなんです、こういう車のね楽しみっていうのは。手がかかる子ほど可愛いみたいな、そういうところです。もう本当にもうね、ダメなとこ自慢。ぜひね、いつかまたね完成してそうですね、ぜひ走る姿を見せていただきたいなと、ぜひぜひ思ってます。中島さんは初代ソアラ IQ。 はい、初めて乗った車は先ほどの佐藤さんの86のもう一つ前のカローラだったんですね。で学生でやはり当時我々の時代っていうのは車っていうのは三種の神器で、やはり彼女とデートするための車っていうのを憧れてたんですね。で学生時代そのカローラを乗りながらアルバイトに勤しんで、やっと貯めたお金の頭金にしてソアラを買ったんです。当時皆さんご存知ないかもしれませんが、我々の時代ですね、土足現金にして乗るというような文化がありまして、ありました。よく靴だけ忘れてしまうというのがあるんですよね。それから私当時タバコを吸ってたんですが、こちらも当然禁煙にすると、ただやっぱ憧れの女性とのデートの際に、その女性と駅で待ち合わせ乗せた時にですね、こんなブーツを履いたんですね。まず土足現金をすぐ破られました。どうしましょう。すぐ破られました。で乗った瞬間タバコに火をつけられたんですね。で僕は黙って初めて使う灰皿を引き出すしかなかった。わずか本当に1分足らずでですね、守ってきた土足現金と禁煙はまあ破かれたということですね。それ言えなかったですか？言えなかったです。純情な僕です。それと IQ は初めて私がチーフエンジニアとして車の開発に携わらせていただいた車で、本当に思い出深い非常にエポックメイキングな車なんですけども、作り手の情熱がもう全部注ぎ込まれた車ということで、いまだにこの開発を一緒にした仲間とはいろんな意味で交流がありますし、その時の思い出話もしますし、さまざまな外部の方とお会いしても IQ やったんだねって言っていただけるという、そういう思い出の車です。非常にコンパクトな車ですけれども、実際に乗ってらっしゃったんですよね、中島さん。そうです、乗ってました。乗れたんですか？自分自身のダウンサイジングはできないもんですから車の大きさは変えれないんで、いかに室内を広くするかと、これがこのパッケージングの妙を生み出したんではないかと。なるほどね。ですから最もこの大きなチーフエンジニアがですね、小さな車を担当するということで、ある意味果敢にチャレンジするということをこの時初めてやらせていただいたんではないかなというふうに思ってます。宮崎さんは思い出の車はクラウン。はい。ずっと昔からそうですけど、いつかはクラウンっていう CM を見ながら育ってきまして、でトヨタに入社してからもいつかこういう車に乗りたいなってずっと思ってまして、ただそのためには自分が自分自身で頑張った後でないと、やっぱりクラウンは乗っちゃいけない車っていうそんなのがありまして、2012年に部長を拝命した時に、そろそろ買ってもいいかなと、買わしてもらってもいいかなっていうので、やっとずっと憧れてきたクラウンを買ったというのがやっぱり自分の中でずっと思っていたイメージでしたんで、それでクラウンを買いました。部長になって初めて乗った時どんな感想を持ってました？もうやっぱりそれはなんとなく頑張ったなっていうのもありましたし、中島さんほど美しいストーリーはないですけど、この車に家族と乗ってると、すいません一緒に頑張ってきてよかったなっていう、そんな感じの思いは持ちましたですけどね。ありがとうございます。こうやってね、また思い出の車もそれぞれなんですが、じゃあ車つながりでどこにドライブ行きたいですかとアンケートを取ったところ、中島さんはスピードが出せるところ、宮崎さんは日本一周、浩二さんは海と答えられました。ここもね、またそれぞれ人となりが出てるかなという感じがいたします。さあ、だいぶこのお三方のことは
ね、感じていただけてると思うんですけれども、執行役員は全部で8人いらっしゃいます。残り5人の方がどういう方々なのか VTR でご紹介いたします。新体制に加わる5人をご紹介。まずはアメリカから。北米トヨタ CEO の小川哲夫さんは、各地に点在していた拠点を一つにし、北米全体の一体感を高めるワントヨタを推進してきました。大切にしているのは、チームメンバー全員が柔軟な考え方をできるようにすること。その結果、意思決定のスピードが上がってきたといいます。また、継続的な投資や雇用を通じて各州のコミュニティと感謝し合える関係を目指しています。好きな食べ物はテキサスステーキ、好きなミュージシャンは矢沢永吉ということです。2018年から中国での仲間づくりに奔走している上田達郎さん。コロナ対策で移動が厳しい中でも北京から中国全土を飛び回ってきました。2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックではトヨタとして大会を積極的に支援。初めて自分で買った車は真っ赤なカローラ FX のマニュアル車。自慢の車に当時の役員を乗せたところ、これはスターレットかと言われへこんだといいます。自ら地下鉄にも乗って現地現物で中国の人たちの実生活にも理解を深めています。入社以来、国内マーケットを中心に商品企画に携わってきた永田純さん。エンジニアたちと意見をぶつけ合いながら、とにかくかっこよくて世間から注目を浴びる車を販売したいという思いで取り組んできました。2019年の東京モーターショーでは自公会の委員長として目標を大きく上回る130万人来場を達成。現在は障害広報を担当し、自動車に携わる550万人を元気にしたいと日々奔走しています。仲間たちとのカラオケはもちろん、根っからのライブ好きで月に最低1回は参戦。仕事にも生かしちゃおうと企んでいるそうです。 We hope there'll be many reasons to love this car, but I'd like to just go through my top 5. So number 1, it's beautiful, or at least I'd like to think so. 車のデザインといえばこの人、サイモン・ハンフリーズさん。1994年にトヨタ自動車に入社。最初は先行デザインを担当。新しいコンセプトやモーターショーで展示される車などの開発に携わってきました。2006年にトヨタとレクサスのデザインフィロソフィーを確立。今やデザイン全体をリードする役割を担っています。趣味は DIY で、古民家をリノベーションするほどものづくりが大好きです。いい汗ですね。はい、8周なんですけども、やっぱり耐火スーツで着てますし、ずっと集中してるんで、もう汗だくです。こう話すのは、3月のヤリスカップの開幕戦にドライバーとして参戦していた新執行役員の新郷和明さん。そこ行こうか。あ、こんにちは。執行役員としても現場で乗り続ける。はい、もちろんです。やっぱりお客様、エントラントでいろんなファンの方の気持ちってやっぱこの場にいないとわからないんで、僕も走るの好きですんで、はい、ぜひ続けていきたいなと思ってます。新郷さんはコンパクト車を扱う TC カンパニーのプレジデントを務めます。トヨタのコンパクトカーがライバルに遅れを取っていることに危機感を抱き、組織間の壁を打ち破ってもっといい車作りと人材育成に取り組んできました。趣味はランニングやスキーなどで、トヨタスキー部の顧問も務めています。この5人の方はやっぱりこう戦友という感じなんでしょうか。そうですね、もう本当にチーム経営っていう言葉が代表するにもチームの、なんか仲間ですね、はい、みんなそれぞれ大変個性的な、まあ誰がボールを持っても点が取れる、
どんな厳しい敵が来てもしっかり守れる、それぞれのやっぱ役割に応じて自分たちがフォーメーションを変えていく、こういうチームになれたらなということで、やはり13年間豊田社長の下で築いてきていただいたやっぱりなんていうの価値観といいましょうか、それは一緒なので、お互いやりたいことは最後はお客さんのためなんだなということで、お互いが歩み寄れることもたくさんあったと思います。佐藤さんどうですか？いやもう本当そう思いますね。だからやっぱり変に我慢するんじゃなくて、それぞれがちゃんと言いたいことを言って初めて議論っていうのは深まる、だと思うんですよね。で車作りってもう哲学の塊ですから、やっぱりそれを譲っちゃうとね、いい車にはやっぱりならないので、そういう健全なぶつかり合いっていうのはね、このチームの中でもあるべきだと思いますし、商品とそれから地域っていうね、両輪で経営をしていくわけですけど、やっぱり地域の軸から見た商品への思いっていうのもこれまたあって、そこのぶつかり合いみたいなのもね、やっぱり健全なやり取りをすべきかなと思いますね。このメンバーのキャプテンが浩二さんということになりますね。そうですね。はい。浩二さんがどのようなキャプテンの立ち位置でどのようにチームを引っ張っていくのか、そしてチームがどのようなトヨタの未来を作っていくのかというのは来週ね、詳しくお伝えしていきたいと思います。ではですね、会社を引っ張っていくお三方がどのような方々なのか、この質問をすれば見えてくるんじゃないかなと考えました。こちらです。泣かぬならほにゃららほにゃららホトトギスという、それぞれ信長、秀吉、家康、有名な句がありますけれども、それは絶対に選ばないでくださいと、オリジナルの言葉を考えてくださいと書いていただきました。そちらは来週お伝えいたします。引っ張りますねこれ。はい